こんにちは。行政書士社外見労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとしてマイナンバーカードと在留カードが一体化、一本化されるという話について解説をしていきたいと思います。現時点では確定した話ではありませんけれど、デジタル庁はですね、令和6年通常国会の方に改正案を提出をして承認をされた場合ですね、こちらの方が運用していくという形になっております。内容的には、ほぼほぼ承認がされてですね、目標としては2025年度中に運用を開始を目標としているといった状況になっております。昨今ですね、日本に在留する外国人の数というのは増えてきている。またですね、今後、育成就労なんていう制度もですね、今回の通常国会の方での検討、承認待ちですけれど、制度がスタートして、今後さらにですね、外国人が増えてくることになると、在留カードというのは非常に所有割合が増えてくるといった状況になっておりますので、こちらのマイナンバーカードと在留カードの一体化といった法案改正が検討されているといった状況になっております。今回の概要ですけれど、まずはマイナンバーカードについて見ていきたいと思います。マイナンバーカード、導入にはですね、かなり、いろいろ話はありましたけれど、今は順調に交付数というのが増えてきているといった状況で、今現状マイナンバーカードの交付状況はどういった状況なのかについて見ていった上で、今どんどん増えてきている在留外国人の推移ですね。今どのくらい日本に在留外国人の方がいらっしゃるか、そしてですね、在留外国人、日本に在留する場合は在留カードというのを所持しなければいけないという形になっておりますけれど、この在留カードとはどういったものなのかについて見ていきたいと思います。そして今回法案提出される予定になっておりますけれど、マイナンバーカード、マイナカードと在留カードの一体化についての概要について見ていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、マイナンバーカードの交付状況について見ていきたいと思います。平成28年、2016年の1月からマイナンバーカードの制度がスタートをしているといった状況になっておりますけれど、今現状はですね、人口に対する割合で見てみると、有効申請受付だとか、交付枚数だとか保有枚数だとかありますけれど、おおむねですね、8割程度の方がマイナンバーカードを所持をしているといった状況で、もうほぼほぼマイナンバーカードを皆さん持っているといった状況になっています。そんな中でですね、マイナンバーカード自体もですね、今後いろんな取り組みをしていくということで、まずはですね、直近で言えば令和6年2024年の12月の2日をもって健康保険証の原則廃止という形で、マイナ保険証ですね、がスタートするという形になっております。ただですね、いきなり切り替えて今までの保険証が使えなくなるというわけではなくてですね、猶予期間というのを最長1年設けていって、廃止後も最長1年間は現状の保険証が利用できるようにするなんていう話もあります。そしてマイナ保険証を持っていない人に関しましては資格確認書というのを発行するといった手続きが必要になってくるけれど、そういった形でそういった準備もしているといった状況です。そういった中でですね、もちろんですね、日本にいる在留外国人の方もマイナンバーカードを持っている方が多いかと思いますけれど、それと別にですね、外国人の方は在留カードというのを持たなければいけないといった状況になっております。では今現状在留外国人は今日本にどのくらいいるのかといいますと、令和4年度末でいきますと過去最高を更新という形で307万人ほどという形になっている。そして在留資格別で見ると一番多いのが永住者で86万人、その次が技能実習生ということで32万人。ただですね、この技能実習につきましては令和6年の通常国会の方の法案提出の内容で技能実習の廃止、言い方としては発展的な解消という言い方になっておりますけど、こちらがですね、育成就労制度として新たに生まれ変わる予定ではあります。そしてですね、その次に多いのが擬人国と言われるもので、技術人文知識国際業務で在留資格を持っている方が31万人。
そして、留学生が30万人という形ですね。そしてこの留学に関しましても、今後ですね、どんどん留学生を受け入れていこうという形で、政府目標としてもっと留学生を増やしていく取り組みをしているといった状況ではあります。こういった中でですね、在留外国人もどんどん増えてきている状況で、2023年はですね、外国人労働者というのが200万人を突破して過去最高になったといった状況になっております。国籍別で見ていきますと、ベトナムが51万人、中国が39万人、そしてフィリピンが22万人といった状況になっている状況で、こういった形でですね、働く方、日本に滞在する方もどんどん増えてきているといった状況になっております。そういった中で日本で在留される方につきましては、在留カードというのを所持しなければいけないという形で、新規に日本に来て、そして在留資格の変更の許可ですとか、在留期間ですとか、この更新ですね、その中長期の在留する方、中長期在留者といいますけれど、そういった方に発行されるのが在留カードと言われるものになっております。そしてこの在留カード、何が書いてあるのかといいますと、もちろん名前、生年月日、性別、国籍、地域、あと住んでいるところ、あとは在留資格ですね、そして在留期間、そして就労の可否ですね、あと16歳以上の方は顔写真もつくといった状況になっておりますので、こういった形で、常に持っていなければいけないという形で、在留カード自体は常時携帯することが必要というふうになっておりまして、不携帯の場合はですね、20万円以下の罰金ですね、場合によっては1年以下の懲役、もしくは20万円以下の罰金に処されるといった状況もなっておりますので、非常に在留外国人にとっては重要なカードの一つといった状況になっております。こういった非常に重要なカードではありますけれど、技能実習なんかでは会社さんはこの在留カードを取り上げたりとかいう状況があって、非常に問題になっているといった状況ではあります。そして今回ですね、このマイナンバーカードと一体化といった形になっております。こちらはですね、デジタル庁主導で行っている内容ではありますけれど、デジタル社会の実現に向けて取り組むべき重点計画の改定案というのが作られました。そしてその中の一つとして、マイナンバーカードと外国人の在留カードの一体化に向けて必要となる関連法案の提出を目指すといった状況になっておりますので、こちらはですね、法案が通った場合は2025年度中にもですね、中長期で日本にいる外国人の在留カードとマイナンバーカードを一体にした新たなカードを発行する予定といった形になっております。そしてですね、これによってですね、今現状マイナンバーカードと在留カードを2枚持たなければいけないといった状況ではありますけれど、マイナンバーカードで統一化されることによってですね、それぞれ持つ機能必要なものというのがですね、1本でできますので、役所等の事務の負担も減っていくということが期待をされているといった状況になっております。そして最後に注意点のまとめですけれど、在留外国人につきましては今後一層増加傾向ですね。先ほどもご紹介をしましたけれど、育成就労制度というのが創設予定ではある。そういった形でどんどん在留外国人が増えていくといったことが予定をされている一方でですね、やはりですね、緩めたら締めるといったことで、永住権の取り消し制度というのも創設をする動きもあります。やはりですね、税金等の身の滞納に関して永住権取り消し制度を設けようといったところもあります。またですね、マイナンバーカード自体もですね、外国人ではなく日本人の方も持っていますけれど、2026年にですね、新たなマイナンバーカードを導入をするといった形になっておりまして、やはり期限のもう少し長いもの、そしてですね、今後はLGBT といったところにも配慮して、性別の記載を廃止をしていくといった流れで、新しいマイナンバーカードの導入も予定をされているといった状況です。LGBT ですけれど、日本における LGBT の割合ですね、
正確な統計自体はないんですけれど、だいたい 3% から 10% ほどというふうに言われているんですが、今の Z 世代の方はですね、自分は LGBT だと回答している方が約 20% ほどいるという状況になっております。こういった中でですね、やはりどんどん日本の中での LGBT 割合というのは増えてくるかと思います。一方でですね、今日本にいる在留外国人の割合というのは2022年で 2.4% というふうに言われているので、在留外国人よりもですね、もっと LGBT 問題の方が非常に重要だという形になっております。そういった形で外国人の割合も増えてくる、LGBT の割合も増えてくるといった形で、ボーダレスですとかジェンダーレスの社会がどんどん加速をしていくといった状況になっております。企業側での受け入れ体制の構築というのも進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。